これはもう間違いなくエモい車だと。エモエモですね、これは。家族のことを作られて車なんだなっていうのを今現代の視点をもってしても学びになるよね。確かに。プロデューサーの目野太郎くんとお届けします。今日は何これ3台ね。すごいね、どうしたのこれ。トヨタイプサム。はい、懐かしいね。知ってるよ。からのトヨタガイア。これもう終わったね。日産プレーリージョイ。やばいでしょ。こんな車屋さんありますか？いやちょっとねないと思いますけどね。片やアストンマーティン、マクラーレン、フェラーリ、ベントレー。こっちもありますよ。今この時代に見れるっていうのはね、これを販売してるわけですからね。というわけで今日なんかお題目があるんでしょ。ファミリーカー大特集。ミニアルフバンにァードでもね、ノアでもなく、ボクシーでもなく、そうこっちが来たと。いやいいんじゃないですか。もうかつてはこれだったわけだからね。そうなの。じゃあ1台ずつ見ていきましょうか。まずはこちら、トヨタイプサム。この直前まではファミリーカーっていうのはサルーンが主流だったんですね。例えばまずホンダオデッセイが出ました。あれが売れに売れた。トヨタも黙って見てる場合じゃないと。で出てきたのがこのイプサム。特徴はどんなとこでしょうか。まず5ナンバーサイズに収まりました。先に出たオデッセイに比べて一回り小さいです。ホイールベースが 2735 ミリ。コロナプレミアをベースに上に積んでるっていう、なるほどね。全長は4530ミリで全幅が1695だけど高さがある1620ミリで、もう一つポイントは最小回転半径が 5.5 メートルに収められているんだね。だから送り迎えにお買い物にってなった時に取り回しがすごくいい車だった。平日はまあまあ買い物だったら送り迎え、その動き多かったと思うね。開発コンセプト、これで1台3役こなしたいっていうところがトヨタが目指してたところみたい。まず一つはこれまでのセダンでしょ。そしてステーションワゴンの役割もある。そしてワンボックス。この1台で3つの役割を果たしてほしいっていうコンセプトになってる。232だねこの車は。でその上2列目は35センチシートがスライドできるっていう使い勝手の良さまで兼ね備えていた。じゃあこれでいいじゃんと思うじゃん。でもガイアを出しちゃったんだね。イプサムってコンパクトなのにたくさん乗る5ナンバー、これが魅力ではあったんだけど、もっと大きい車にも需要があるんじゃないかっていうのがトヨタの見立てだった。ガイアはイプサムよりもボディサイズが大きい3ナンバーになりました。全幅は5ナンバーのサイズを守りました。一方でイプサムよりもまず90ミリ伸びました。高さを20ミリ増しました。キャビンも違って、実は2列目キャプテンシートになりました。そして立ち位置が違う。どちらかというとカジュアルな家族乗り、こちら少しフォーマルになりました。後でじっくり内外装を見比べてみたいと思うけど、そうだね、そんな立ち位置の違いがこの2台にはあるんだね。そんでもってここにプレーリージョイがあると。触れたいところではありますけれども、まずはトヨタ2台に乗ってみて、そして最後お待ちかねのプレーリージョイにも乗ってみるという流れに今回してみようかなと思っております。じゃあとりあえず一番最初に出たイプサムから乗ってみます。さあ乗り出しました。いやー、イプサムに今乗れるという喜び。僕はね小さい頃団地に住んでる。その団地のご近所さんが立て続けに2台全く同じこのイプサムを買った記憶がある。その家族は土日になると可愛いキャッチボールに行ったりとかさ、釣り竿とか車に積んでたりなんかするのがこう見えるわけ。いいなーって思ってた記憶が乗った瞬間に思い出してきた。これはね、子供を乗せてね、そういうアクティブに生活してる若夫婦が持ってるイメージはある。バーッと思い起こされたな。カーペットの感じとか天井の感じとか全てがもう懐かしい。あとさ、まじまじと初めて見るけど、このグレーの色でしょ。でここにウッドが入る。そしてベージュのモケットなんだけどドットが入ってるんだよね。かわいいね。なんかこう色の組み合わせしかり、素材の材質感表現しかり、今の視点で見てもすごいおしゃれだと思う。しかもこんな組み合わせベントレーとかにもあったりするよね、たまにね。確かにデジタル時計のこのグリーンの色とかさ、アナログメーターすごく懐かしいよ。
この車は両席エアバッグついておりますね。そうだね、この時代からゴアっていう衝突安全に関する新しい基準を設けたんだよね。だからここもエアバッグがついているし、家族を守るっていう意味においても今乗っても十分安全な車であるよね。そしてドライバーには優しい ABS とかもついてるわけでしょ。塚さん乗っていかがですか？古い車全然感じないんだけど、今の車に乗ってる感覚とあんまり変わんない。すごく普通の車、何の癖もなくてとっても乗りやすいです。乗り心地とかどうですか？いや、乗り心地めちゃくちゃいいでしょ。これ座り心地がめちゃくちゃいいもん。ふわーっとした感じで街乗りでスッとどこでも行けちゃう感じが、とてもいいですよこれ。ハイトの高いタイヤ、これがやっぱり本当に直接的に乗り心地を良くしてるんだなと思う。細くて厚みのあるタイヤね。そう考えると今のタイヤは真逆だもんね。乗り心地においてはもうこのサイズ感っていうのが一番ベストなんだね。今ちょっと車線変更しますけど、もう軽やかにスッと行くのがさ、良くない？ストレスがない。そもそも軽いっていうのが大きいよね。今の車に比べるとすごく軽く作られてある。もう一つは、今の車ってギュンギュンと動くようなさ、要するに軽くはないんだけれども、軽さを表現するようなセッティングの車ってたくさん多いんだよね。逆に、イプサムに今時代に乗ると、軽く見せかけるだけじゃない軽さっていうのが明らかにあるなと感じるね。本当に軽いよ。めちゃくちゃ乗りやすい。だから僕最初にも言った通り、当時のやっぱママさんとかはさ、平日のお買い物送り迎えとかすごく乗りやすかっただろうと思うな。こんだけ人も乗れるのに、荷物も乗るのに軽やかにどこでも行ってスッと止められる、簡単に。あと収納の豊富さ、ここにドリンクホルダーが最初からついてたりとか、小物入れもすごく多いんだよね。これってやっぱ家族のことを作られて車なんだなっていうのを今現代の視点を持ってしても学びになるよね。それでいて3列シートがって考えるとこれで十分じゃんって思うよね。5ナンバーでお財布にも優しいと。なのにガイアができたってことは、あの車にしかない魅力っていうのもきっとあるはずなんだよね。それは乗ってみたらわかるんだろうね。楽しみやな。まさにファミリーカー大特集1台目にふさわしいね。さあガイアに乗り込みました。なるほど、高級車なんだね。まず手触り、この明るいウッドの感じとかで、このシートの柔らかさ、さっきまで乗ってたイプサムと比べていきなり高級感がぐっと増しましたね。目に入る情報もそうだし、触ったテクスチャーの感じも全然いいし、かなり積み分けができてるね。そしてね、すごい静か。こんなに変わるんだね。全然違う車なんだね。似た形をしていてサイズこそ違えど、またこのサイズもさ、大きくなってちょっと重さが増しているでしょ。だから動き自体ももっと応用になって、ホイールベースの長さも違うからゆったり出してる感覚があるね。力強さもある。そしてやっぱこの乗り心地だ。タイヤサイズを見たら1956515、例えば輸入車でいうとメルセデス・ベンツの W124 とか、もっと言えばつい最近までプリウスはこのタイヤを堅持してたんだよね。それは乗り心地のために？乗り心地のためももちろんあるだろうし、経済性もそうだろうし、なるほど。最終的にここが落としどころになるっていう設計意図もあるんだろうね。流通してるタイヤってこと？そう、もちろん汎用性も高いわけじゃん。例えばタイヤ交換する時とかも種類ももちろんそう、価格帯もそう、とても魅力的になるし、これがタイヤの模範解答なんじゃないかなって思う。結果ガイアにこの乗り心地をもたらしてるわけで、説得力がすごくあるよね。びっくりするぐらい穏やか静か、乗り心地もいい。そしてこれはイプサムに比べてシートのアレンジメントも豊富になる。で、室内も広い。で、この車にはこの車の魅力があるよね。この車だと例えば田舎から東京に遊びに来た義理のお父さんやお母さんを空港に迎えに行くみたいな、そういう乗り方をすごく僕はイメージする。長い距離走っても疲れないだろうし、右方向です。このナビゲーションの声もどこか懐かしいね。確かに。いやー、一つミニバンというカテゴリーを取ってしてもこんなにキャラクターの違いあるんだなと思うと、いよいよお待ちかねのプレーリージョイが楽しみになってくるね。トヨタと日産って意味でも違うし、時代もちょっと違うしね。そうだね。車って面白いな。はい、お待ちかねかな。だね。
プレーリージョイですよ。日産プレーリージョイ。はい。これは1988年から98年まで販売された2代目のプレーリージョイなんだね。塚さん、この車のキャッチコピーを覚えてたりしますか？シーマも B1 も素敵でした。でも私の日産はプレーリーですっていうキャッチコピーだった。時代がガラッと変わったことを言葉をもってしても表現してんだろうね。日産の大ヒットのシーマと B1 を逆手に取ってというか。そうだね。あとはもう一つ、セダンの新しい考え方っていうコピーもあったみたい。そしてさらにもう一つ、ニューバランスプレーリーっていう言葉でも広告は表現されてたそうで、その3つ新しい世界ですよっていうことを提案しているんだね。確かにね、初代も含めてこれもね、よく見ましたよ。売れたし、僕も好きだった。そもそもプレーリーってどんな車？これがね MPV と言われてきたカテゴリーの先駆けなんだ。 MPV っていうのはマルチパーパスビークル、まあ言ってみればミニバンとかトールワゴンをイメージしているんだね。でライバルは何かっていうと、三菱シャリオ、ホンダシビックシャトル、オデッセイ前夜。やば。その時にしのぎを削ってたのが、これ2代目。その1個前の初代プレーリーはここのバトルが始まっていた時だね。2代目からはぐっとさらにミニバン志向を強めてきましたと。確かにサイズもちょっとムチっとして大きいね。背も高いしね。初代はサニーをベースに作ってた車なんだけれども、なるほどね。2代目からはベースはブルーバード。懐かしい名前の響きだよね。さらにミニバン志向を高めたっていうことで3列シートを採用したのもこの2代目から。しかも面白いのが、この3列の配列を3種類も作っちゃいましたと。222、まずそれが一つ、はい、それと232というものもあるからの332というパターンもあった。この車は232だ。一方でエンジンは1種類、それと4速 AT と5速 MT もあったんだって。全てにおいて良かった時代の車な感じがするよね。プレーリーからプレーリージョイになったら何かあんの？見た目もガラリと変わってんだけれども、正式な立ち位置はビッグマイナーチェンジ。実はこの車が出た時にはすでにバブルが崩壊してしまってたんだね。プレーリージョイが出た時っていうのはもう95年8月。開発費が少しずつ抑えられてフルモデルチェンジとはいかずに、ジョイという名前でデビューしたんだね。パッと見も全然違うし、フルモデルチェンジの印象だけどね。でまだ乗せてもらえないんですか？もう乗りたいんですけど。語るところが多すぎて。そうだね。好きすぎて。乗ろっか。せっかくなんで乗りましょう。乗りましょう。はい、乗り込みましたよ、太郎くん。乗り込んだね。いいね。プレーリージョイ。さっきの2台も良かったんだけど、どう違うのかっていうのはね。一番背が高いね、やっぱりこれ。それにさ、外観も武骨なディテールが結構多いような気がするんだよね。そこもなんかこう SUV の進化前みたいな、そういう兆しさえするよね。いろんなことが始まる前夜を感じさせるね。いい車ですよね、これ。最近ツートンの車っていうとロールスとかマイバッハとかだね。これぐらいですよ、ツートンの車っていうのは。外観についてどう思う？やっぱりね、普通に可愛いし、あとさっきの車もそうだけど、細いさ華奢なタイヤの上にさ四角い個体がポンって乗っかってるじゃん。宇宙船みたいな感じね、ちょっと。そう、タイヤとホイールハウスの隙間の感じとか、あとはボディ自体も全体の大きさに対しては、もちろんツートンの効果もあるんだけれども、それでなんかねスペーシーなね宇宙船感があってね、そこも可愛いんだよね。窓も広い。いや、めちゃくちゃ広いですよ。あとさ、ウエストラインと言われるこの窓のこのラインがあるでしょ、これがだいぶ低いよね。今の車ってさ、安全衝突性とかもいろいろあるけどさ、結構高めでさ、作られてるんじゃない？でサイドウィンドウも薄めな感じのが多いよね。そう見晴らしがいいというかね、広いというかね、室内もだから明るいんだよ。あとさ、僕担当したさ運転さ、1台目のイプサムだったでしょ。そうだったね。今乗り比べるとなんかこっちの方がねソリッドなのよ。これはトヨタと日産のキャラクターの違いっていうのもあるのかしら。このステアリングインフォメーション、こちらの方がバシバシきますわ。だからドライビングが楽しいかも。イプサムの方がもっとしっとりソフトに乗れるかもしれないね。今ステアリングをちょっと動かしてもらった時とかもでしょ、すぐさま反応する感じがある。めちゃくちゃクイックです。あとはね、エンジンの音もゴーッと心地よい音が結構室内に入ってくるね。この車の方がねドライバーズカーだね。その違いが日産とトヨタっていうブランドの間でもあるんだろうね。分かりやすいトヨタと日産の違いがここに出てるかもしれない。特にこの時代だからこその違いもあるかもしれないね。そうだね。
さっきの2台にはなかった特徴一つあるの分かる？何？後席がスライドドアです。もちろんオートクロージャーとかついてないよ。だけどさ、スライドドアってさ、ちょっとウキウキするじゃん。しかもこれが両側についてる。それがいいよね。あとゴーって開くじゃん。結構威勢がいいわけ。そうそう。あの音も今の電動スライドドアとかすごく静かになっちゃってるから。何の音もしないじゃん。しかもその音が車内全体に響く感じとか、そう夏いよね。それをバタンと閉めるのもね、なんかとってもいいね。そしたらフロアを低く作ってあるし、で両側スライドドアだから乗り降りとか荷物の乗せ下ろしのしやすさっていうのも MPV ならではの魅力でもあるよね。デザインが面白いよね。前でしょ、真ん中でしょ、後ろでしょ、それぞれ違う人がデザインしたみたいに感じるんだよね。でもちぐはぐじゃないの。絶妙なバランス感を持ってまとまってるっていうのを、今こうやってプレーリージョイをまじまじと見ると面白い部分だなと思う。あとさ、内装もさ、同じちょっと木目調の車じゃん。ガイアもそうだったけど、こっちの方がさ、僕の中では洋式の応接室ってあるじゃん。建築会社の社長さんの部屋みたいなそんな感じとかね。これが一転してまたアメリカにも見えてくるっていうさ、不思議なミックスがこの車にはあるよね。いいところでね、バランスが取れてるんだよね。絶妙な金星がね。あとさ、この辺も良くない？確かにこのポチッとライトを押して、飛行機みたいにつく電気とか読書灯みたいなさ、これはもう間違いなくエモい車だと思う。エモですね、これは。今まで3台乗ってきたじゃん。全部ちょっと綺麗すぎじゃない？イプサムが 5.2 万キロ、ガイアが 3.8 万キロ、プレーリージョイは 2.8 万キロということで、よう見つけていらっしゃいましたわ、レセンス様って感じでさ。車とそしてレセンスというお店のとっても面白い部分だなというふうに思います。乗ってきたね。楽しかった。すごいわ、この3台は。MPV とくくりを持ってもメーカーというくくりを持っても、全く違う車だったね。くくりにはくくりきれないなんかね、良さがあったよ。今なおさ、こういった新しい発見があるわけじゃん。本当すごいね、車って。97年式です。あ、これ97。はい、99年。99。2003。全部20年以上前のお車でございますけれども、こんなピンピンでこんな美しい個体でございました。はい。楽しかった。最高でしたね、今日も。そうだね。ファミリーカー特集第1弾。とても素晴らしい第1弾でした。第2弾はどんなのが飛び出すか、僕らも楽しみでございます。今日のレセンス&ボーイズ TV、日産プレリージョイ、トヨタガイア、トヨタイプサムの3台でお届けいたしました。太郎くん楽しかったね。楽しかったね。また見てください。バイバイ。